おはようございます。最近雨の日が多くて全然山に行けてないので、ちょっと前に行った山の動画を編集して出してみようと思います。電車とバスを乗り継いで雨飾高原バス停までやってきました。今回は雨飾山に登ります。ルートはいくつかあるんですが、今回は定番の雨飾高原側から登っていきます。バス停から登山道までは舗装された道路を1時間くらい歩きます。雨飾山は日本百名山の一つで、長野県と新潟県の県境にあります。百名山普段あまり意識してないんですが、なんだかんだ50座ぐらい登ってます。雨飾山は紅葉が綺麗な山としても有名です。今回のルートを簡単にお伝えすると、前半は樹林帯中心、中盤から傾斜が増してきて、後半は展望を楽しみながら山頂を目指すという流れです。コースタイムは往復6時間くらいです。登山口からしばらくは木々に囲まれた樹林帯の中を進んでいきます。この動画を回しているのは10月初旬なので気候が良くて、森の中を歩くのがすごく気持ちよかったです。樹林帯の部分はそれほど難易度高くなく体力温存できる感じですが、ところどころ木の根が張ってたり少しぬかるんでたりするので足元には注意が必要です。私は下山の時一度滑って転んでしまいました。前半部分は景色が開ける場所が少ないですが、後半の絶景を楽しみに歩いていきます。登山口から歩き続けること1時間弱、荒菅沢に到着しました。雨飾山のルートの中で一つ大きな目印になる場所です。荒菅沢を過ぎると登山道の傾斜が増します。登山道はしっかり整備されていて歩きやすく、特にこれといった危険箇所はないように見えましたが、標高がどんどん上がっていくので結構体力を消耗します。とはいえ、樹林帯を抜けると視界が一気に開けるので、疲れよりも景色の良さが勝つという感じで楽しみながら登れました。山頂が近づくにつれて岩場やはしごが出てきて、だんだん登りごたえのある雰囲気になっていきます。こういうちょっとしたアスレチック感があるのも雨飾山の面白いところだと思います。ついに雨飾山の山頂が見えてきました。足元が見えにくいので転ばないように気をつけながら山頂を目指します。ここは笹平と呼ばれるエリアです。登山口から2時間半で雨飾山山頂に到着しました。雨飾山の標高は1963メートルです。今日はこれはすごく晴れてる方ですか？私今日初めてで、この辺の山も初めてなんで。じゃあ運がいいわ。運がいい、やっと。そこに大きい山ありますね。はい、その向こうですね。向こう、今上にちょっと雲がかかってる。ポンと。向こうがね。あれが火打ち。手前じゃなくて向こうね。ありがとうございます。雨飾山といえばこの景色が有名なんじゃないでしょうか。山頂直下の笹平と呼ばれるエリアに伸びる登山道のラインが女神の横顔に見えるということなんですが、思った以上にくっきり見えて大満足です。上りと同じルートを通って下山します。下山にかかった時間は2時間くらいでした。
この日は白馬に一泊して、次の日は白馬岳、白馬岳に登りました。